iPhone 6S iPhone 6S iPhone。こんまる。柔道の体験に行って調子に乗りすぎた結果、亜脱臼をして動画投稿どころかお盆休みに何もできずメンタル崩壊寸前の無職ニートのかすまりちゃんです。突然ですが皆さん、来月9月といえば何ですか？そう、新型 iPhone の発売ですよね。ということで、今から9年前2015年に出た iPhone6S は今でも使えるのかレビューしていくタイムだ。はい、ということでね、こちらが2015年のね9月に発売された iPhone6S ですね。色はね、ローズゴールド、ゴールド、シルバー、スペースグレーの4種類がありまして、今僕がね、紹介しているのがゴールドの iPhone6S ですね。これはね、容量 32GB のモデルですね。容量は 16GB、32GB、64GB、128GB の4種類があって、昔はよく 16GB が実質0円、32GB が1万円みたいなね価格設定で携帯ショップでね投げ売りされていた印象があります。デザインなんですけど、今見てもね結構かっこいいなっていうのがね僕の個人的な印象ではありますね。なんか久々に見るとなんかカメラ少ないなとかね、ちっちゃいなとか思ったりもするんですけど、当時はねもうこれがねもうめっちゃ最先端でかっこよかったデザインだったんですよ。 iPhone6 とあんまりね、外観の違いとかないんですけど、一応すぐ分かるように S っていうね、印字がされています。はい、それではね、ボタンなどを見ていきます。左側に、マナーモード切り替えスイッチと、音量上げ下げボタンがねありますね。確かこの iPhone ねマナーモードの切り替えスイッチがちょっと壊れちゃってて、急にね、マナーモードにしていたはずが音が出るっていうことがね結構ありました。壊れなければ結構便利な機能ではあります。ただ壊れるとね結構恥ずかしい思いをする可能性がありますね。はい、続いてね右側ですね。右側の側面には電源スイッチと SIM カードトレイがねありますね。ちょっとね今回取っちゃってはいました。はい、そしてね下側なんですけど、こちらですね。ここが大きなポイントで iPhone6S はイヤホンジャックが搭載された最後の iPhone ですね。これ以降に発売された iPhone はもうイヤホンジャックがねなくて、この右側のスピーカー、これが左側にも搭載されて防水性能とスピーカーの音質をね上げたという変化がありました。有線のイヤホンを変換などをかまさずに普通に使えるのはもうこれがね最後ですね。それと充電用のライトニング端子ですね。そしてね、下側だけではなくこの上側にもねスピーカーがあります。今ね指で折ってるこの部分が、スピーカーになっています。なので携帯を横に傾けてね見る際にデュアルスピーカーになって使うことができます。そしてね今の iPhone にないもう一つの特徴、ホームボタンですね。さらにホームボタンの周りにこの銀のね縁取りがあるものは指紋認証をね搭載しているモデルです。 iPhone5S から指紋認証が搭載されて精度も多少上がっていたと思います。はい、それからね、裏側ですね。 iPhone6 から本体がねすごく薄長くなったんですけど、その時にお尻のポケットに入れて座った時に本体が曲がっちゃうっていうね、ことがあったんですよね。それがだいぶ問題になったので、すごく強度が高いアルミ合金が使われているみたいです。ちょっとねカメラはやっぱちっちゃいですね。ちっちゃいしなんか1個なんだっていう、今見るとね違和感がありますけど、デザインはね今の携帯よりかっこいいんじゃないかなって気がしますね。はい、そしてシルバーの iPhone6S もあったので、こっちもね、軽く見ていきます。これですね、 SIM カードスロットがちゃんとあるとこんな感じになっています。シルバーもね、かっこいいんですけど、ゴールドの方が個人的にはね好きかなといった印象ですね。ボタンの色も違っています。シルバーの下側はこんな感じです。そしてやっぱり思うのは薄いなという印象がねありますね。防水に対応したのは iPhone7 からなので、この iPhone6S はね防水にも非対応なんですが、ぶっちゃけ風呂に落としたこともあるんですけど、案外ね、普通に使えた印象ですね。それではね、電源を入れていきます。一応当時の Apple の公式価格の発表としては iPhone6S の 16GB が、84,240円、64GB モデルで10万円ぐらいでしたね。中古携帯ショップの EOS で現在のね相場を見てみると 32GB だと7000円ぐらいでね買えるみたいですね。はい、ということでね、こうやって喋ってる間に今ね起動が完了しました。思ったよりね早いですね。普通にね使うことができます。再起動したばっかりの状態だと結構ヌルヌルね動いてるんじゃないでしょうか。はい、そしてこの携帯の iOS のバージョンがね、こちらですね 15.8 ということで、 iOS15 は iPhone13 が出た時に搭載されていた OS で、2021年9月にリリースされた OS バージョンですね。そして2022年の iPhone14 に搭載された iOS16 のアップデートには置いてかれた、そういう感じですね。2015年から2022年約
ね、7年間サポートされた、結構ね、かなり優遇された機種ですね。この1個前の iPhone6 は iOS12 までのね、対応だったので、Apple からかなり破格の対応を受けていた iPhone ですね。おそらく発展途上国などで現役だった時期が長かったのかなといった印象ですね。たくさん仕入れて会社で使うみたいなね、そういうのが長かったのかなといった印象です。バッテリーの状態は修理になっていますね。そして一応ソフトウェアアップデートを確認したところ 15.8.3 のね、更新がありました。一応このアップデートは2024年7月30日に配信されたアップデートで iOS16 には上げられないんですけど、インターネットにつないでウイルスに感染しないように使った弱点を補うセキュリティアップデートは Apple が未だに対応してくれているみたいです。ちなみに2024年10月上旬に iOS15 のね、サポートを終了するというね、発表を出しているので、これからセキュリティ的な面でも安心してインターネットにつないで使いたい場合は iOS18 に対応するね、iPhone XS 以降の機種をね、中古で選ぶ方がいいかなとは思います。新たにセキュリティ的な面で弱点が見つかっても弱点を塞いでくれないので、気になる方はね、やめておいた方がいいかなと思います。はい、そしてね、これ右側が今僕がメインで使っている最新の Galaxy ですね。右が 6.2 インチに対して左が 4.7 インチということでね、今のスマホと比べるとね、少し大きさが違います。画面の綺麗さもね、違うけど左もかなり頑張っているかなといった印象ですね。はい、そして指紋認証のね、精度なんですけど、これがね、そんな悪くはないですね。ただ汗をかいていたり、汚れた指などだと、少しね、難しいんですけど、最新の iPhone は全部顔認証なんですけど、顔認証した後にスライドしないといけないっていう手間があって、こちらは押したらホームにすぐ移動してくれるので、これは結構ね、ええやんと思いますね。はい、そしてね、一応ね、ちょっと注意点として話しておくんですけど、結構容量をね、削減しているんですけど、32GB 中 23GB ね、使用済みということで、詳細がね、写真が 5GB ぐらいで、モンストが 2.75GB とか、こんな感じなんですけど、結構ね、容量が厳しいですね。ちなみに、このもう一つのね、iPhone 6S シルバーの方ですね。こちらは再起動した時に Wi-Fi の接続情報のね、データが飛んでしまったりとかね、結構ね、トラブルがあります。その要因の一つとして、iOS バージョンがね、14.42 から上げることができていません。なぜかっていうと iPhone ストレージをね、見てもらうとわかるんですけど、16GB のうち 14.7GB 使用済みということでね、iOS15 の更新データが 3GB ぐらいあるので、容量が足らなくてアップデートすらね、できないことになっています。それなんでやっていう話なんですけど、システムでね、6.46GB ということで、その他、これ何なのかちょっとわかんないですけど、iOS をね、アップデートするたび、やっぱ容量がね、どんどん必要になっていくので、16GB は本当にね、ちょっと買わない方がいいと思いますね。OS のね、アップデート自体できないっていうのは結構困りますし、この本体も空き容量が 1.3GB しかなくて 90% ぐらい容量が埋まっているので、容量がいっぱいにならないように iPhone がね、裏で結構調整していると、そこにパワーを使ってしまうので、不具合も結構起きると思います。そもそも iOS15 は iPhone13 に最適化された OS なので、正直13の6年前の端末 6S で iOS15 を動かしているだけで結構な負荷だったりします。ここに容量がいっぱいになって使えなくなることを防ぐ OS の機能が働いていると、もうどんどんね、余裕がなくなっちゃうわけですね。はい、そして Apple Store からアプリを入れてみます。今回はね、ブラウザアプリの Google Chrome を入れることにしました。iOS15.8 点なんとかって今でも問題なく最新のね、アプリを入れられるのか、検証していこうと思います。はい、結果はね、こちらですね。このアプリの旧バージョンをダウンロードしますかということで、Google Chrome も最新バージョンは iOS16 以降が必要になるということで、古いバージョンしかね、使えない、そんな感じですね。充電 60% ぐらいで Wi-Fi に繋がんないみたいなバグがあったんですけど、何回か再起動したらね、充電が1% になりました。はい、こんな感じでね、急に再起動したりとか、充電が 60% から急に 1% になったりとか、容量が足りなくて iOS もアップデートもできないような iPhone だと、こういうね、トラブルもあったりします。一応僕の持ってる iPhone6S は、両方ね、バッテリー最大容量が 75% でした。これがね、思ったより持たないですね。 100% まで充電しても何かに使っていると1時間ぐらいかな、結構持たないですね。そしてね、 Wi-Fi の設定が飛んじゃったんですけど、この iPhone のね、便利な機能として Wi-Fi のパスワードをね、ワンタッチで共有できる、こんなシステムがあります。Android にもね、あるかもしれませんけど。はい、それではね、ネットサーフィンのテストをしていきます。 Google Chrome をね、使用します。サファリはね、ちょっとね、重くて遅かったのでやめました。ただ Google Chrome だったら結構ね、意外に快適にネットサーフィンをね、することができました。若干ですけど遅かったり、だって画像が読み込まれるのがね、遅かったりはするんですけど、そこまでストレスになるほど遅いとかそういうことはないですね。正直ね、
もっとねカクカクかと思ってましたね。これは意外でした。なんだかんだねやっぱ iPhone は性能高いんだなと思いますね。そしてね匿名掲示板2チャンネルの専用ブラウザツインクルというね専用ブラウザがありまして、ここでね2チャンネルに書き込んだり読んだりすることができるんですけど、こちらもね結構普通に問題なくね使える印象ですね。ただまあこの iPhone6S はメモリが少ないので、2時間3時間と使っていくと結構動作がね重くなってしまうと思うので、その時は多分再起動が必要かな、そんな感じです。結構ねアニメーションとか切って極力ね軽く使えるような設定はしているんですけど、やっぱり Twitter はちょっとはっきり言って厳しいかなといった印象ですね。結構ね我慢する必要があると思いますね。ゆっくり使ってもいいよっていう人だったらいいかもしれません。すぐにさっと情報を検索したいとか、そういう場合はねこの iPhone6S はちょっと力不足ですね。Instagram も正直厳しいと思います。重めの SNS は基本的に無理ですね。どのくらい厳しいかっていうと、少しねリプが多いツイートの詳細を開くだけでカクカクになりますね。これはね正直ちょっとね困っちゃいますね。この人たちがさらに画像とかもねいっぱい貼ってるともっとねやばいかなっていう印象です。 Twitter 専用機とかにはできないと思います。ただ意外だったのが YouTube アプリですね。 YouTube 見れるのかなって思ったんですけど、僕のチャンネルをね YouTube アプリで検索して見てみることにしました。これね結構びっくりしましたね。普通にねまず YouTube アプリが動作することにびっくりして、あんまり再生されなかった RTX4080 のね動画を見ていきます。これね意外にね普通にね見れちゃったんですよね。RTX4080 というねこのグラフィックボードです。音質とかはね結構悪いんですけど、意外に普通に見れたことにびっくりしました。これはね結構驚いたんですけど、再生速度を 1.5 倍速にね変更してみても、匿名掲示板5チャンネルのモンストスレでスマートフォンゲームモンスターストライクの専門スレで壁紙にしてるねかなということで、このグラフィックボードを購入しました。このグラスピン3本から変換するケーブルがねついていました。結構ね普通に見れましたね。ただたまにシークバーをね再生バーを動かすとちょっとね固まったりはしますね。ただちょっとのロード時間で 720p という画質で見れれば結構ね十分な性能なんじゃないかなと思いますね。そしてね縁があるから動画とか気になるかなって思ったんですけど、 YouTube の動画ってね16対9なので、縦長のねスマートフォンにはそもそもね完全対応はしていないので、右側の iPhone6S でも十分ね見ることができると思いました。印象はね若干違うとは思いますけど、そして話し忘れていたんですけど iPhone6S はね Wi-Fi5、Wi-Fi AC 最大 866Mbps まで対応しているので、 Wi-Fi で普通に使う分には通信速度が遅くて使えねえよこんなのとなることはあんまりないと思いますね。ちなみに試してはいないんですけど、旧バージョンであれば日本のメジャーなメッセージアプリ LINE もね使うことができるみたいです。あんまり期待しない方がいいとは思うけどね、多分とりあえずは使えると思いますね。あと実際にバッテリー消費の様子をね、撮ったものなんですけど、 iOS のアップデート中ですね、どのくらいの速度で充電 50% からね減っていくのかっていう、これね等倍速の、映像ですね。もう 48% になっていますね。これがね結構ね多分映像だからね伝わるかわかんないんですけど、想像以上にね充電持たないなっていう感覚で使っていますねいつも。なので基本的には何か作業をするときはコンセントにつなぎながら使うとか、そういったね対処が必要になってくると思います。はい、もう 46% ですね。もうすでにね、4% 減ったわけなんですけど、多分まだ1分もね経ってないんじゃないでしょうか。こんな感じで負荷の高い作業をするとね、全然持たないですね。早すぎ、早いうわー。はい、ということでね、僕のこの iPhone6S2 台の主な使い道としてはこのモンストというゲームをねやっています。このゲームはマルチプレイ機能があって友達がいればねいいんですけど、僕は基本的に一人でプレイするので携帯がねたくさんあればあるほど有利、そんなゲームですね。10年ぐらい前からあるゲームでかなりね、軽いゲームですね。一番右は最新の Galaxy S24 ですね。これ結構ね驚いたんですけど、あんまりねこの読み込み速度とかがね、そこまで変わんないんですよね。iOS に確かこのゲームもね一応一番最適化されているとは言われていますが、普通にねマルチプレイすることもできます。長時間やるとたまにねスペック不足で通信が切れることがあるんですけど、1時間とかね2時間であれば問題なくね再起動せずとも、プレイすることができると思います。結構ねこういうちょっと重めな演出が多いものだと少しね端末が熱くなったりはしますね。これはね通信プレイなんですけど、性能不足で大きな遅延があったりとかっていうことはないですね。もちろんねめちゃくちゃ重いゲームとかは無理ですけど、こういう軽いゲームモンストのねサブアカなんかには割とありなのかなといった印象ですね。
はい、あとはね、カメラを試していきます。これね、ちょっとね、裏側見てもらうとわかると思うんですけど、右が最近のスマホのね、カメラですね。カメラのね、数はともかく、カメラ一個一個のサイズも全然違いますよね。これ純正のカメラアプリなんですけど、思ったよりね、綺麗だなっていうのが、正直な感想ですね。照明ライトもめちゃくちゃ使ってるので、かなり明るい環境ではあります。はい、そしてね、こちらが Galaxy の標準カメラですね。映像だとね、だいぶちょっと暗めになってるんですけど、ただ標準カメラで結構ね、広く映ってるので、ここら辺がね、大きな差かなといった印象ですね。広く広範囲にいろんなものを撮りたいんだったら、ちょっと iPhone 6S だと厳しいけれど、こういうね、ものをちょっと撮る分には結構ね、いいかもしれません。照明さえ足りていれば、結構ね、綺麗ですね。はい、そしてね、Galaxy と比べて、拡大した時とかにね、さすがに画素数とかが違うので、右の方がより詳細に見れるんですけど、明るいとこだったら iPhone 6S もね、結構いい勝負しますね。はい、ただね、インカメですね。インカメラは正直ね、おまけというか、あまりもう今時の画質ではね、ないですね。かなり明るい環境なんですけど、右側がね、Galaxy S24 で左側が iPhone 6S。ちょっとね、厳しいなって感じですね。かなり明るい環境でこれなので、ちょっと暗い場所とかだと、かなり厳しいかなといった印象ですね。こうやって拡大してみても、全然ね、詳細に見える度合いがね、違うのがわかるかなと思います。左はね、ちょっとだいぶ暗いですよね。インカメはね、正直今時ではないですね。ただおまけ程度としては使えるかなといった印象ですね。ないよりは全然いいと思いますね。左はね、顔がよくわかんない感じになっています。インカメラで撮った写真の情報を見てみると、左がね、容量 1.1 メガに対して右が 2.7 メガということでね、左が500万画素に対して右が900万画素、さらに解像度なんかも違うので、だいぶ性能差はあります。はい、そしてね、ちなみに iPhone 12 mini とね、比較した感じがね、こんな感じですね。現行の iPhone と比べてやっぱり薄いかなといった印象がありますね。横側のボタン配置なんかも SIM スロットの位置がね、違ったりはするみたいですね。はい、そしてね、デザインなんですけど、僕はね、やっぱりこの右側の方がね、好きかなといった印象ですね。カメラはちょっと、こうやってね、見るとだいぶ小さいですね。知らなかったんですけど、リンゴマークの位置もね、だいぶ違っていますね。そしてね、下の方にいろいろ書いてあったのが、新しいのでは書いてありません。iPhone 6S とかだと、日本の電波法のね、規格をクリアした技的マークなんかもついていますね。結構日本向けにね、しっかり売っていたんだなっていう印象がありますね。色もね、全然違うんですけど、質感としてはね、右の方が個人的にはね、好きですね。ガラスじゃなくてアルミですけど、でもね、やっぱデザインとしてこっちの方がね、かっこいいかなといった印象があります。はい、そしてね、画面前面も結構 iPhone X ぐらいからこのホームボタンとかねない Android にかなり寄せてきているので、結構ね違いますね。皆さんはこの3つだったらどのデザインがね好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。チャンネル登録、いいね、コメントをねぜひお願いします。皆さんの好きな iPhone とか Android とかそういうのも教えてくれると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もねよろしくお願いします。よかったらコメントでね感想をくれると嬉しいです。あとはね、古い iPhone で写真撮ってあげますよとかレトロストリートスナップみたいなことをやって、ナンパするのもね、ありなのかもしれませんね。思いついた使い道はそれですね。近々ね iPhone5 の紹介もさせていただきます。 iOS6 の iPhone5 もねちょっと用意したんで、よかったら楽しみにしておいてください。おつまる。